31ヘロデの挫折と死。領主ヘロデの送った栄光の日々について話しておこう。ヘロデは夜中に目を覚ますと、外で動物が歩いている足音が聞こえてきた。彼は昔の楽しかった頃のことを思い出していた。銀色のロープ、裾の長い衣服に身を包み、ペテロを死刑にした後で群衆の前に現れ、彼らが自分を神として拝んでいる様子を夢見ていた。しばらくしてヘロデは一人の奴隷を呼び、部屋に明かりを持ってこさせ、祭りに出かけるための着替えをした。彼の最大の好みは清掃することと、家来たちのお世辞を耳にすることであった。清掃した自分の姿に火の光が当たってキラキラと光り輝いているのを見て満足した。しかしそれとはなしに、目をテーブルの上に置いてある楊筆に向けてみると、驚いたことにそれが血のような色で文字が記されていた。きっと名だたる律法学者が書き記したものであろうと思い、読んでみて肝をつぶした。それには、ヘロデよ、お前に災いあれ。岩の間に身を隠し、砂塵の中に隠れよ。天の大神の恐怖が迫っておる。砂漠へ行け。直ちに汝の顔を覆え。神の怒りがお前を打ち、虫けら同然にならんうちにな。と記されていた。それを見たヘロデは、気違いのようになり、その楊筆を八つ裂きにし、部屋の護衛に当たっていた家来を刀で切り殺してしまった。犠牲者の血を見て、彼の怒りが和らいだ。ヘロデの世話をする家来がやってきて、歯が浮くようなお世辞を並べ立て、楊筆のことはあまり気にしないように説得した。その上ローマ皇帝よりも、さらに偉大な生き神様として、崇められるようになるとも言った。夜が明けるとヘロデは、別室に行き、王の貫禄を示すことができるような身支度をした。そこへ早馬が知らせを持ってきた。何でも誰かが神殿の庭で人々に演説をしているという知らせであった。神殿に集まっている連中は、ヘロデに殺されたヤコブの親戚縁者であった。彼らは群衆に向かって、ヘロデが殺したヤコブはエフライムの息子であって、十二使徒の一人ではない。したがってヘロデは罪もない人間一人を殺してしまったと言いふらしていた。ヘロデはおかしなことを言うものだと思っているところに、サンヒドリンの一議員である長老がやってきて、あらゆる証拠を示しながら本当のいきさつを説明した。すなわちヤコブはエフライムの息子であったこと、しかも十二使徒のヤコブとはよく似ていたこと、それで多くの人々が騙されていたことなどを話した。ヘロデは返す言葉もなく、すっかり逆上してしまい、まだ夜が明けたばかりなのに全身から汗が噴き出していた。さて、獄中のペテロの護衛たちは、全身が硬直したまま、主の天使が姿を消し、囚人が獄から出ていくまで静止していた。目が覚め、元気を取り戻すや否や、ペテロを縛っていた鉄の鎖が切断され、土牢の中が空っぽなのに驚いた。外を見張っていた者たちを集め、前後の事情を聞いても、誰一人として見張り人の前を通り過ぎた者はいなかったこと、昨夜はみんな一睡もしないで見張っていたことを主張した。誰一人としてペテロの姿を見た者はなく、おまけに道路にはサンダルの足跡さえ見つからなかった。いよいよペテロが死刑になる時間が迫ってきて、大勢の人々がペテロの死刑を見物しようと集まってきた。言ってみれば死の祭典であった。ヘロデのもとに急死がやってきて、昨夜のうちに武装した。天使によって囚人全部が盗まれてしまったと伝えた。様々な噂が流れ出した。ヘロデはどうしてペテロが厳重な牢獄から逃れることができたのか、見当もつかなかった。そこで彼は苦肉の策として、護衛どもがペテロと結託して囚人を逃がしてしまったと言いふらした。護衛たちを人見ごくんにする考えであった。領主の館である宮殿の外側で大騒ぎが持ち上がっていた。飢えた人々が大声で叫んだ。ペテロを返せ！ペテロはどこにいる？天使がペテロをさらっていったというのは本当なのか？この館の中にいるのなら俺たちに会わせろ！あまりにも大きな騒ぎが起こったので、ヘロデの身代わりにブラストという男が護衛に囲まれながら姿を現した。その騒ぎでヘロデは口から泡を吹きながら狂人のようになっていた。
ヘロデは抜き身の剣をあたり構わず振り回していた。ブラストが言った。クリスチャンどもが夜中に押しかけて、護衛をやっつけてペテロを連れ出してしまったのだ。そこで群衆は、昨夜の模様を知っているクリスチャンのところに駆けつけて、事の事実をすべて耳にすることができた。ここで大いなる奇跡が起こった。神は群衆をクリスチャンの味方にしたのである。群衆は雪崩のようにヘロデの宮殿を取り囲み、大声で罵った。お前は俺たちにパンの代わりに石をくれやがった。ヘロデをここに突き出せ。彼らはますます激しく罵り始め、民衆を騙し続けてきたヘロデを出せと叫び続けた。護衛たちは暴徒と化した。群衆を蹴散らそうとした。流血、剣争、怒号が渦巻き、まさに修羅場となった。このようにしてヘロデが夢見ていた栄光の日は終わった。ヘロデはその日から病人のように寝込んでしまった。ブラスト以外とは誰とも口を聞かなかった。怒りと恥とが混じり合った感情に抗しきれず、また民衆が自分についてこんなにもひどく思っていたことを知って非常に驚いた。彼の心にはいつも神になりたいというおろしがたい欲望があった。ただ神として崇められ、拝まれるだけで良いと願っていたのである。そのような虚栄の虫がヘロデの魂を蝕んでいたので、昼も夜も休まることがなかった。そこでヘロデは領主としての権力を悪用して無数に残酷なことを行った。ツロとシドンの民衆に対しては、多額の税金を納めないなら皆殺しにしてやると脅し、不作の年であったにもかかわらず食料を全部巻き上げてしまうのであった。そこで大いに苦しんだ民衆はブラストを買収して領主の怒りを和らげるよう懇願するのであった。買収されたブラストはヘロデの弱点をよく知っていたので、一計を案じてヘロデに言った。我が主よ、民衆は何と言ってもあなた様を神であると言ってます。私もそう信じています。そこで近日中にローマ皇帝カイザルの名誉を称える集会が予定されておりますので、その時に神であるあなた様が立派な銀のロープをお召しになって劇場の講座にお座りになれば、民衆は堂々たるあなた様を見てカイザルのことなんか忘れてしまい、あなた様を神として崇めることでしょう。ヘロデは彼の諫言を耳にして大変喜んだ。特にカイザルが癒しめられて自分が崇められることを思ってみただけでもゾクゾクとして落ち着かなかった。いよいよ集会の日がやってきた。ヘロデは青を吹きながらそっとした忌まわしい日以来着なかった銀の衣服を身にまとった。今日こそは自分が大神の子孫であるメシアたることを示せると思った。劇場内には多くの異邦人もいた。ローマ人の国籍を持つ者や様々な国からやってきた人々がいて、いろいろな国言葉が飛び交い、ヘロデの入場を待っていた。またカイザルの名代も入場することになっていた。ブラストは数百人の者を買収して、ヘロデが入場したら神として崇め、地上にひれ伏し拝むように言いつけておいた。いよいよ領主ヘロデが民衆の前に姿を現し、彼の右の手を民衆に向かって差し伸べながら講座に座ったとき、大きな叫び声が持ち上がった。ヘロデ王万歳！ヘロデ王万歳！おお、聖なるお方！あなたこそ私たちの神であらせられます。私たちの感謝と尊敬を心からお捧げいたします。異邦人以外の人々が顔を輝かせて同じように叫んだ。ブラストに買収されていなかった人々も大声につられて彼を神だと思うようになった。太陽の光線が銀の衣服に反射してヘロデの身辺を輝かせていたことも大いに効果があった。このような言語道断な冒涜が堂々と展開されていたとき、突然天罰が下った。彼の全身はわなわなと震え出し、色あせ、顔は紫色に変わり、後方にいたブラストの腕の中にそっと押し、あえなく息を引き取ってしまった。ヘロデの死は代々にわたって自分を神とした者の最後を示す象徴として語り継がれていった。これによって人々は肉体は土に帰るものであり、霊魂は天使の導きによって新しい生活に入っていくこと、しかも霊が清らかであれば神のところまで行けることを学んだのである。